hảo của Hải địa phương phương diện sáu đại in đếch channel。そうですね、香港はとっても特別、自分にとって特別な場所で、イギリスで勉強していたり、イギリスにいた時も香港の友達がたくさんいたので、そんな中国とイギリスの文化が混ざった街で、英語と日本語でライブができるっていう機会にとっても楽しみにしていました。今回で3回ぐらい今まで来たことがあります。一番最近は去年のクリスマスに私の旦那さんのお姉さんが香港に住んでいるので、一緒にクリスマスを過ごしました。どうだったんでしょうか、香港は。そうですね、とっても活気があって、ショッピングが楽しくて、クリスマスって言っても本当に中国のクリスマスとまた西洋のクリスマスと違うと思うんですが、その文化がとっても興味深い感じで混ざっていて楽しく過ごせました。シンガポールに引っ越したのも旦那さんの仕事の転勤で引っ越したので、それで一緒についていたんですが、でもやっぱり自分の音楽の活動もさらに広げられるきっかけになって、今ではこうやってアジアにもいろんな国にすぐ近く来れるので、とってもいろんな可能性が広がったきっかけになったと思います。一番慣れなかったのは暑さですね。シンガポールは一年中真夏なので、その暑さと湿気と天気と、あと季節がないっていうのが、日本は四季がとてもそれぞれ綺麗な文化なんですが、シンガポールは一年中夏っていうのが逆に独特の文化で、その違いが最初は慣れるのに時間かかりました。日本と比べて住みやすいところは何でしょうか。住みやすいのはやっぱりそれが最初慣れなかったところが今では暖かいから住みやすいっていうふうに感じられるようになりました。他のところとかはありますでしょうか。文化的ですね、なんとなく日本よりも東京に住んでいたので、東京のちょっとこうせかせかした雰囲気よりももっとゆったりと過ごせるところとか、あとアジアのいろんなカルチャーを見られるところが面白いですね。そうですね。世界中も結構回れたんですよね。世界中まだ全然回ってないんですが、アジアの近くはインドネシアとかマレーシアとか香港にもすぐ来れるので、そういう意味で例えば週末にちょっと隣のマレーシアに行ったりっていうのができるようになってとても楽しみです。困ったことは、シンガポールはすごくその異文化がバランスよく共存しているので、困ったことは特になかったですね。タイトルの歌を作ったんですが、季節がない分ゆったりと時間が過ぎていて、また歌詞の内容も暑さだったり太陽だったり、そういうのをモチーフにした歌ができたり、あと最近シンガポールの日本大使館で絵の個展を開催させていただいたんですが、その景色の風景画もやっぱりシンガポールの海だったり街並みだったり、あとテーマもどんどん広がってきましたね。それは素晴らしいですね。結構みんなが、ちょっと日本と違う色が見てみたいと思います。そうですね、日本と違って色も明るい感じだったり太陽が強いので、そういう違いはかなりあると思います。最近ちょうど旅をするたびにカメラじゃなくて録音の機械を持って行って、その場所の自然の音だったり街並みの音だったり、そういうのを集めているんですが、でやっぱりアジアは熱帯雨林とかジャングルとかいっぱいあるので、そういうところで野生の音を録音し
ったり、街の音でも都市によって全然違うので、そういうところからまたその音源を日本にデジタルで配信したり、その音をモチーフに新曲を作ったりもしていますね。すごいですね。もしなんかちょっと披露したら、日本の音はどうしていますか？または香港はどういう感じにしますかね？そうですね、香港の音はまだこれから録音したいと思っているんですが、ライブが金曜日で週末まで滞在するので、週末にいろんなところに行って録音してみたいと思っていますが、やっぱりとっても活気があるので、車の音でも人が話している声とかもとても活気がある、賑やかな音がそれそうですね。日本の方はどういう感じと思われますか？日本は印象的なのは電車のアナウンスとか音楽がとても面白いなと個人的には思います。そうですね、音楽まで流れてですね。結構その場所にちなんだ音楽がメロディーが流れたりするのが日本らし東京らしさかなと思いますね。Hanging around, nothing to do but frown. 一番気に入っている曲はやっぱり一番最近作った曲で、最新アルバムは「愛」というタイトルの10周年のアルバム。そうですね。その中でもそうですね、お気に入りの曲はたくさんあるんですが、例えばそのシンガポールをモチーフにした「シンガポール」という曲だったり、あと羽ばたいていく美しい女性をテーマにした「バタフライ」という曲だったり、最新の曲はどれもとても気に入っていますが、やっぱり香港の方に対して一番つながりを感じる曲は「Life is Like a Boat」という曲で、アニメの「ブリーチ」のテーマソングになっていたので、それがきっかけでリエフを知ってくれたことが多いので、その歌に感謝しています。Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. そうですね、ずっと風景画をランスケープペインティングを描いてきたので、今度は人の人物のポートレートをもっと描いてみたいなと最近思ってますので。そうでしたらテーマの方はどういう感じの？今ちょっと考えてるのは、ライブでお客さんの顔を見る、表情を見るのがすごく好きなので、お客さんのポートレートとか描いたら面白いかなと思って。遠くで息をしてる。たまに例えばギターでもループマシンを使って工夫したり、またバッキングトラックをかけて流して一緒に歌ったり、いろいろ工夫して弾き語りでも歌っていますが、最近はバンドでもツアーをやったり、そのライブの仕方は幅広くその時に応じて変えていますね。これからはどんなジャンルをちょっとやってみたいとかはありますでしょうか？やってみたいジャンルは今まで割と日本の J-POP だったり、そういうジャンルの中でやらせていただいていて、これからアジアもそうですが、ヨーロッパの音楽のマーケットにも挑戦したいなと、そのマーケットに向けたジャンルの音楽も最近は作っていますね。楽しみにしておりますね。結構色が違うと思って。そうですね、やっぱり J-POP ってとっても特殊なジャンルだと思うので、それもすごく文化として素晴らしいと思うんですが、日本人として逆にその海外の音楽のシーンで挑戦したいっていうのもあまり今までやっている方がそんなに多くはないので、やりがいがありそうだなとチャレンジしたいと思っています。When I was young, I listened to the radio. そうですね、10年の中でいろいろ変化があって、例えばそのレコード会社を自分で作って独立したり、また最近はシンガポールに引っ越したのも大きな変化だったんですが、そういう中で一番大事だなと10年経って気づいたのは、やっぱり人との出会いっていう、いろんな方と出会って助けられて今があるので、そういったつながりを大事にしたいなと思っていますね。そうですね。人となんかまた
アイディアを生まれるんです。そうですね。そういう出会いは本当に音楽を聴いてくださる人一人一人との出会いでももちろんありますね。この月明かりの下一人知れそうですね。昨年アイアルバムをリリースして10周年にちなんで愛と王で10になるように、王アルバムっていうのを企画しているんですが、それのリリースをできれば近いうちにしたいなと思っています。曲も結構揃ってると思いますが、そうですね。これから頑張って揃えたいと思います。王は本当にアウトサイドとかアウトプッツっていうテーマなので、まさにこうやっていろんなところにアウトサイドに旅をしていく中で作りたいと思っています。音楽や、絵のテーマでも本当に日常の何気ない風景だったり、例えば風景がね綺麗な自然の景色っていうよりかいつも生活しているちょっと古びたお家とか、そういうより身近なテーマを絵でも歌でも取り上げたいと思っているので、いろんな方が共感していただける生活のお供に一緒に過ごしていただける歌をお届けしたいと思っています。こうして日々が経つけれど Hello everyone in Hong Kong. This is Ria Fu. Hong Kong is a very special place for me because one of my sister-in-law lives there, and also I'm really fascinated by the mixed culture of Chinese and British, and so I'm very happy and honored to be here to perform tonight, and looking forward to seeing you in many of my concerts to come. So I hope my music adds a little bit of extra color to your everyday life. Thank you. Entonces, sau tại Indef Channel, cô Hai Đế Phương